さんこんにちは。姫様が女優の娘だったことが判明した旅の続きやっていきます。あ、来ました。ついに来ましたですよ。スースラちゃんの時からずっと見てましたよ。あ、妖精さん。ちっちゃい。ずっと待ってた。羽を長くして待ってた。美味しそうな新入社さん。随分と人気だな。鼻が高いったらないぞ、姫様が僕に嫉妬してくれてる。大丈夫ですよ。僕は姫様の従者ですから。身も心も。何が大丈夫ですよ。このままこの島に置いていっても私は構わんのだぞ。本当にすいません。ねえ、こっち。おお、人気急上昇。島に置いてクゲージも急上昇だ。島に男性がプペル君しかいないいうか、ちっちゃいのにすっごい力強い。引っ張られる。全然抵抗できない。そんな嫌がる演技をしなくても構わんぞ。別に好きにするがいいさ。私は先に屋敷に戻るだけだ。ほんとです。ほんとなんですって。助けて。泣きっ面に蜂でもめちゃくちゃだよ。助けて姫様。助けてください。侵される。私が近くにいると知ってこの地帯、島置いてくゲージがもうマックスなんだが。もう屋敷に帰れないいや、どう見ても無理やりですよ。僕の意思じゃないですよ。ゲージを下げてください。勘弁してちょうだいね。妖精は陰気や周期のような影響をもろに受けるから、この子たちもだいぶ限界だったのよ。君のことずっと見張ってもらってたからね。この人がジョーカ久しぶりねーが、ずいぶん大きくなったわね。知り合いですか？覚えてないですねこれ。全然知り合いじゃなさそう。私が一方的に知ってるだけよ。普段、妖精たちは人の前に姿を現さないからね。改めて、はじめまして、私は妖精族の女王、タニアよ。他の妖精たちと違って延期の影響を受けてないのか？いえ、バリバリ受けてるわよ。もう、正直めちゃめちゃ待たされてバチボコ興奮してるし、今すぐにでもその小渕を貸してやりたいけど、私だって女王なんだもの。かっこつきたいじゃない。女王様、早く。助けて姫様、早く助けて。あんなに小さかったトフェルもこんなに美味しそうに育って、早く味見したいわ。どうして僕の名前を？僕のことも知ってるんですか？どういうことなんだ？当然よ、この島で生まれ育ち、唯一生き残った人間だもの。僕がこの島で。何も教えてないのかしら、エーファ。正直、私もよくわかっていないんだ。この島で何をしたか、この島で何があったか。だから、自分の目で確かめに来たんだ。プフェルと二人で、姫様。そうね、それじゃ昔の話はしちゃおうかなって思ったけど、100件は一件にしかず、ってね。これは、幼い頃の頭の中に映像が流れ込んでくる。過去の私と、プフェルか？この紫の花割り、ライラック、強い感情を花びらに収め、花粉のようにばらまくの。そして、その花粉を吸い込んだ時、まるで見てきたかのように、頭に映像が流れ込むのよ。これは、すべてが終わって、プフェルとこの島を出た時だ。そこから私は、母の代わりに、少女ではなく、竜として生きることになった。この森には、この花がいくつも残っている。そして、強い感情ほど大きく花は咲き誇る。いい意味でも悪い意味でもあなたのお母さんは、この島の住民の感情を強く揺り動かしたから。この花をたどっていけばあなたの知りたいことはわかると思うわよ。ちなみにこの花粉ってのは、どれくらいの距離まで届くんだ？距離、まあ、この森の中くらいならどこでも届くと思うけど。そうか。では頼めるかな、プフェル。僕一人でですか？ちょっと彼女と話したいことがあってな。頼めるかプフェル？はい、お任せください。言い忘れてたけど、待ちに待った獲物が来たって、みんな盛り上がっちゃってるから。この陰気で相当高ぶってるはずだから、無事に帰ってこれるかどうか、興奮しちゃう。やっぱり。私は過方者だな。こんなに海外移住者がいるとは。頑張ります。まあいつものソロですよね。妖精ガーデンに行けるようになりました。これで島の全貌が明らかになりましたね。他に行ける場所なさそうだしここが最後のステージかな？さてガーデンを進む前に拠点に戻ってスキルを習得してきます。習得してきました。プレイ画面を少し小さくして画面上部に習得したスキルを載せておきますね。デートスポットのアイコンありますね。早速見てみましょ。かわいい。
何それは。何の記憶？ライラックに記憶されるぐらいだしものすごい感情が込められてる可能性が？お、右上に新しい種族発見。植物の生物っぽいからアルラウネかな？なんか花粉みたいなの飛ばしてるけど。お花のいい匂い。花粉に触れたらプフェル君が色っぽい表情しますね。何回も花粉吸ったら魅了される効果ありそう。通り道に蜘蛛の巣が張ってある。とりあえず通ってみるか。なんだろう、では。何これ。蜘蛛の巣が引っかかって、動けない。ふふふ。随分と可愛い子が罠にかかりましたね。もがいても無駄ですよ。私の糸は炎でもない限り、ほどくことはできませんから、炎を使える武器って持ってたっけ？荒くねの糸の原料とするため、様々な手段を用いてオスの白い液体を搾取する。その方法は個体によって様々だが、試薬的な傾向が多い。この後スケベシーンなのでカットです。あら、私の糸を？ひどい目にあった。何これ梅干し？わあ、真っ赤で綺麗なお花だ。あ、花か。お花の、女の子？ねえ、君。はい。今、私のこと綺麗って言った。私のこと綺麗って言ったわよね。口先女かな。綺麗なお花だなとは言いました。って別に嬉しくないけど、嬉しくともなんともないけど。私くらいになるとよく言われるし、むしろ言われて当然っていうか。なんかめんどい感じになってきた。あ、自己紹介がまだだったわね。私の名前はフレアローズ。アルラウネ族のフレアローズよ。アルラウネってなんだ？僕はプフェルです。よろしくお願いします。どうもこんにちは。僕は、ライラックという花を探しているんですが、どこにあるか知りませんか？ちなみにピンクの花を探してるって私を探してたってこと？僕の話聞いてました？病院に行け。私のこと好きってこと？話が通じないタイプの人だ。それじゃあ僕急いでいるので。どうして逃げるの？ねえ、待ちなさい。絶対捕まえてやる。やべえお花から逃げなきゃ。うわエリア移動しても追ってくるのか。そういえばこの人って炎使えそうだし蜘蛛の巣のところへ連れて行けばいいんじゃね？で炎でディフェンスしてきたんですけど、炎で通れないしどうすればいいんや。ステップ方向間違えた。植物族のメスと性行為を行うのは非常に危険だ。人間のものとは違う価値観と、人間にはない危険な肉体を持っているからだ。この後スケベシーンなのでカットです。左上は通れないから、右上からステップで水をこすのかな？お端っこをステップすれば通れますね。それじゃあまたやべえ花を連れてきますか。そう。どこ？ねえ、プフェルはどこ？邪魔。さすが非属性。このまま先に進んでいいのかな？待ち伏せされて捕まったらまたプフェル君ムチ打ちされるんだけど。あれ？ここ、よく見たら穴が開いてる？ここライラックで見たデートスポットのところか。すごい色の湖だ。メルヘン味がある。姫様なら知ってるのかな？今度一緒に来てみよう。デートスポット、妖精ガーデンが開放されました。後で姫様と一緒に来ましょ。お、新しいライラック発見。早速覗いてみましょう。の前に編集ミスで記憶を見る順番を間違えてしまったので、こちらのライラックを先に見ます。あと録画の仕方ミスで左右に黒い幅が映っちゃってます。すみません。ふん。これは幼い頃のプフェル君今日も退屈だな。女の子に見えますね。こんなところにいましたのね。お姉ちゃんは誰ですか？私はエーファ、ドラゴン族の王女、リブの子、エーファですのよ。この島には大人ばっかりで面白くないですから、他に子供がいるって聞いて、プフェルのことを探しに来たんですの。王女さんの子供ってことは、お姫様ですか？すごいです。そうですわ、私のお母様はすごいんですから。でもお姫様がなんでこんなところにいるんですか？お母様は、いろんな場所でたくさんの人間を助けてるんですの。私も将来そんなドラゴンになるんですわ。へえ、すごいです。じゃあ、プフェルを私の一番目のお月にしてあげますわ。光栄に思いなさい。わかりました。僕、頑張ってついてきます。お月ってそういう意味じゃないのですが。まあいいですわ。私のことは、姫様って呼びなさい。はい、姫様。これが二人の出会いとプフェル君が羊見習いになる瞬間だったか。姫様、小さくて可愛かった。可愛い。そう。あの時は、他に年の近い子供がいない島で姫様が来て、お姉ちゃんができたみたいだったんだ。ずっと忘れてたな。
じゃさっきのライラックの思い出を見ていきましょ。すごい、あんなに大きい動物を倒しちゃいました。当然ですわ、お母様はすごいんですもの。姫様もあれを倒せるんですか？私？そうですわね。もうちょっと大きくなればきっとできますわ。そうなんですか。すごいです。姫様についていれば、いっぱい美味しいものが食べれますね。いいわよ。大きくなったらプフェルにいっぱいいろんなもの食べさせてあげる。昔は姫様も料理とかしてたのかな？姫様のお母さん。誰よりも強くて、姫様も憧れてて、島のみんなもすぐに好きになっちゃって。テルルスさんから女優は洗脳ができるって聞いたけど、もしかして洗脳でみんなからの好感度強制マックスにしてたとか？まさかね。うわやべえ花が梅干し形態に戻ってる。関わらんとこ。敵の多さに思わずエリチェンしちゃった。オラ速攻撃派じゃで荒く目の攻撃範囲広すぎません。糸にかかると動き遅くなるし面倒だからここのエリアスルーしよ。そして新しいライラック発見。早速の、なんかカロっているけどまた食料品盗もうとしてる？会話はできなさそうなのでスルーしかないですね。あんなにでっかいお魚さんも好きです。当然ですわ。お母様は軍人さんより強いのですから。あれ、姫様のお母さん、お洋服を脱いでますよ。海で泳ぐんですか？ダメ、見ちゃダメですの。プフェルにはまだ早いですの。僕も泳ぎたいです。今はダメ、後で一緒に泳いであげますから。すごく自由そうな人だ。でも自信満々で頼りがいがあって、そういうとこも姫様そっくり。本当にどうして封印されてしまったんだろう。今のところ封印される要素ないけど、ある日突然島の住民をジェノサイドし始めたのかな。クソまた荒くねかよ。プフェル君の動きを遅くしたら弾幕ばらまいてくるからとても嫌なんだよ。やっと倒せた。やっぱ行動邪魔してくる敵は嫌だね。辛かった。で新しいライラックですね。早速覗いてみましょう。姫様とお泊まり会です。楽しいです。お泊まりはいいのですけど、大人たちだけで何をするつもりなんですこと？お父様もお母様もおさ様も大人がみんな集まってました。姫様のお母様は人気者です。そうですわね。私も早くお母様みたいになりたいですわ。姫様といっぱいお話ししたら眠くなっちゃいました。私も、そろそろ寝ましょうか。おやすみなさい、プフェル。ほう、これで全員か。よくもまあこれだけ集まったものだ。何やら怪しい雰囲気。時間も限られているし、さっさと始めようかのう。相関。老若関わらず、男は息子を憤らせ、女は下の入り口をぐしょぐしょに濡らす。良いだろう。人のみでは達することのない快楽の極み。わしがお主らに味合わせてやろう。覚悟するが良いぞ。寝ても覚めても、脳裏に焼き付いて離れぬような一夜にしてやろうぞ。なんだこれは。これで最後だったみたいね。姫様、タミヤさん。言わないですね。姫様が見たことのないすごく複雑な表情をしている。というわけで、あなたのお母さんが封印されてるのは、そういう感じだったわけよ。でも、そんな封印されるほどのことだったんですか？なんていうか、ちょっとエッチだっただけで。まあ、普通はその程度としか思わないわよね。でもね、リブに夢中になったオスたちが、自分たちの種族のメスに見向きもしなくなって。いや、性別関係ないわね。オスもメスもみんなリブに夢中になって。出生率がみるみる下がり、生物の数が2割ほど減った頃にはもっとよくれ。信仰、いや、もはや洗脳ね。彼女を教祖とした一大勢力の出来上がり。それを隠し隠しで何度も。まあ、例えれば、国レベルのタサーの姫、世界規模のサークルクラッシャーって感じよね。別に例えなくても理解はできる。で、これやばいって、種の保存とか子孫繁栄って大義をもとに天使様が動き出したってわけ。まだ魅了されてない種族を集めた連合軍を結成し、ビルたち取り巻きと構想、最終的に封印に至ったってわけ。ガテンが言ったよ。どこに行っても慕われるように見えた母が、各地を転々としていた理由がな。戦いながらリブが最後にたどり着いたのがこの島よ。プフェルの同族たちもリブに魅了されて、一緒に戦ったわ。あなたももう少し大きかったらどうなってたことでしょうね。グーの音も出ません。それで、リブを封印した後も漏れ出るフェロモン、陰気、ガシマジュいえ、未だに島の外まで漂っているの。リブを求めて島の外から陰気に誘われた侵入者がやってくる。
それで、隠し族から比較的陰気の越境の薄いメスを代表として島に守護者として住ませて、ビブの封印を解かせないようにしていたってわけ。以上、この島とあなたのお母さんの秘密でした。元気出してください、姫様。エーファの反応はわかるけど、プフェルが思ったよりショックを受けてないわね。あなたの一族だってその時に滅びちゃったのよ。僕ですか？そうですね。僕はそもそも、今の今までその時の記憶がなかったですし、おかげで僕は姫様に出会いましたので、僕の家族は姫様や羊たちです。プフェル。それに、姫様が、もし、姫様のお母さんみたいになってたら、島のみんなと同じことするだろうし、僕は、種の保存とか難しいことはわからないですけど、単純に好きな人の味方をしちゃうと思います。姫様と運命共同体か。姫様。これは照れ隠ししてますわ。お腹くすぐったいですよ。話して、下ろしてください。さて、結局どうするの？ちなみにだけど、このまま奥に行けば、ビルが封印されてる場所にたどり着くわ。どうするも何もやることは変わらん。もともと会いに行くところだったからな。言いたいことが増えただけだ。そっか。じゃあ、ここは通さないぞ。知ってた。どういうことですか？久々のオスを目の前にして、私だってもう我慢できないのよ。いいでしょ。細かい話は終わったんだし。プペル君たちが島に来てから少なくとも4日はプペルされてますからね。はい。私はいつも通り、少年が私の願いを叶え、私の元に戻ってくるのを待っているぞ。わかりました。少し待っててくださいね。パパって戻りますんで。エクセレント。さあ、おいで。せめてご主人様が見えないところで汚してあげるわ。早速タニアさんと戦いましょ。あは、来たわね。念のために確認しておくけど、別に戦わなくても、私を楽しませてくれるだけでもいいのよ。姫様が僕を信じて待ってくれているんです。そうはいきません。素敵。そうじゃなきゃ、お貸しがいがないものね。VS、養成所タニア。さてタニア戦ですね。正直エルジェ戦ですんごい苦戦したので、今回勝てるかどうか心配ですがやるしかないですわ。で、今のところは星段投げ払いだけかな？ブラドズスピット君のため攻撃範囲狭いっすね。ってどこに消えた？三日月に乗って現れたか。月となんかに合いますねタニアさん。星落とし攻撃中は移動しなさげなのでため攻撃当ててやりますか。動かない相手に攻撃外すとかバカじゃねえの？投げ払い星攻撃はステップしないと避けづらいな。第2フェーズですね。下側に階層で出てきたイカクジラ君が出てきたか。イカクジラ君は倒せるかな？プフェル君が Y 軸上に来たら攻撃してくる感じ？攻撃しながら移動してくるので厄介ですね。そんでダメージは与えられないのでイカクジラ君は放置安定ですな。デカ6ガジの私のエイムどうなってるねん。本来はキーマウで操作するべきなのに、無理やりパッドで操作するからこのありさまだよ。第3フェーズ来た。あとさすがにタニアさんは、なんか左右から顔出てきた。メルヘンの世界観。あれなんもしてこないで消えちゃった。うわ風がすごい。右の太陽に触れるとダメージ食らうだろうから、北風よりの位置にいた方がいいですね。6ガジは飛ばされてる物体を見る余裕なかったけど、フォレストに生息してた生き物が飛ばされてますね。風が止んだ今ブラドズスピット君を当てるチャンス。30ダメがいっぱい。総ダメージ数わからないけど強そうだからよし。意外と苦労しなかったな。やったぜ。どうですか？なんて強くて惜しいのかしら。当然です。姫様の力を借りているんですから。でもね。そんなオスをメスに落とすのが最高なの。オスにとって、メスの苦痛と快楽は道であり、耐え難いものである妖精の攻めが人外のものであることを合わせると、メスの体で受ける苦痛と閲楽は想像を絶するだろう。この後 H シーンなのでカットです。あら、目覚めたわね。頑張ったな、少年。姫様。ごめんなさい。僕、負けちゃいました。まあ、正直勝てるとは思ってなかったし、満足すれば通してくれるだろうなって。そうね、その通りだわ。ちょっと扱いひどくないですか？お
かげで大満足よ。どうする？このままリブに会いに行く。すぐにでもと思っていたが、また明日にしようか。私もこのままでは収まらん。なあ、プフェル。これは拠点でスケベしまくるやつですわ。あらあら、お熱いことで。先に帰って身を清める。楽しみに待っているぞ。はい。プフェル君には姫様とのスケベを少し我慢してもらって、タニアさんの話を聞いていきます。それにしてもあの人間の子供が、大きくなったわね。はう。この島、大きな女の人が多すぎてそんな実感もないのですが。人間のオスは小さいから仕方ないわね。私たちにしたら十分収穫可能な大きさよ。農作物？自分がこの島にいたのは思い出してきたんですけど、タニアさんたち、妖精さんたちがいた記憶は全然ないんですよね。そりゃそうよ。私たちは精通前の人間の前には姿を出さないし、性を絞り取った人間の記憶はちゃんと消すようにしてるから。それってもうカイアン馬の類じゃ。別にあなたたちの内臓とか血液なんて抜かないわよ。こんな可愛らしい精霊に向かって失礼ね。この島にいると心を読む力がつくんですか？記憶操作できるし独身術なんて余裕なんでしょ。さて妖精のヤバさを確認したところで拠点に帰りますか。ふふふ、待ちわびたぞ。あらやだいきなり裸。姫様。我ながら困ってしまう。少年を思うだけで、こんなにも熱く、こんなにもうずいてしまうこの体が。本当は色々と考えることがあるのかもしれんが、今は少年と交わることしか考えられん。まさか、自分一人だけ満足しているわけではないだろうな。存分に私を喜ばせてもらうぞ。はい、頑張ります。この後スケベシーンなのでカットです。ステージ5クリア。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。にしようと思ったけどネイビー海岸のデートイベント見ていきます。ハートマークが出てるのでパイナップルをぶつけましょ。何の穴だろう？この先に何があるのやら。おー。ここは？あら、久々のお客さんね。こんにちは。あなたはこちらのお店は初めてよね？私はこの店のバーメイドよ。こんにちは、お店なんですね、ここ。ちなみにあなた一人かしら？はい、そうです。あら、困ったわね。この店ってカップル限定なの。ルールだから飲み物は出せないけど、雰囲気だけ感じて、気に入ったらお相手さんを連れてきてね。帰る際は、上のボーイに話しかけてね。姫様を連れてきたら喜んでくれるかな？デートスポット、ネイビービーチが開放された。早速姫様とデートしますか。なんだこの穴は。この先におしゃれなバーがあってですね。素晴らしい出来でございます。バーが穴の奥にか？ほんとなんです。まあ、そんなくだらん嘘をつくと思ってはいないが。じゃあ早速行きましょう。待て、後から行くのはちょっと怖い。じゃあ先に行きますか？いや先なんてもっと怖いが。どうしましょう？一緒くらいのタイミングで。二人で入るのにはちょっと狭いですが。なんとかなるだろ。わかりました。じゃあせーので行きますよ。せーの。いたたた、うまく着地できなかったな。少年は無事か？どこに行った？何か股に挟まって。おい少年、何をしている？僕の、せいじゃ。やめろ、その状態で喋るな、早く離れろ、重くて、動けません。誰が重いだ、失礼な。お願いします。姫様が、動いてください。姫様？腰が抜けて動けん。そんな、はふー。おい、どこを嗅いでいる？どんどん息が荒くなっているぞ。一体何を考えている？違います。息が苦しく、あふーこら、尻を揉むな、随分やりたい放題だな少年。違うんです。はふー。変態従者が。なんとか機嫌を直してもらわないと。ここです。本当にバーでしょう？いけるか？おう、島にこんな場所があるとは。よかった、機嫌が治ったっぽい。あら、初めてのお客様ね。ようこそ、ハプニング SM バー、セックスオンザビーチへ。ハプニング SM バーセックスオンザビーチ？せっかく機嫌治ったのに。
変態、だ。私の従者は変態だったんだ。内心喜んで。当店では、あそこの方々のように好きな場所でプレイしてもらって構わないわ。飲み物が欲しくなった時は私たちに声をかけてね。あの人でさんたちってそういうことをしてるんだ。マジかよ、モザイクかけないと姫様、僕こういうお店だって知らなくて。まあ、いいだろう。せっかく少年が勇気を出して私を連れてきたんだ。答えないのも野暮というものだろう。優しい。姫様。しかし、いきなりこんな段階にまで連れてこられるとは思ってなかったな。一体どんなことをされてしまうのか。もし、よろしければプレイルームも利用してね。いろいろな道具が揃ってるから。ほう、では、そうさせてもらおうか。あ、待ってください。なんだこれは。姫様？もしかしたら、SM プレイしないと外れない高速具に触ってしまったかもしれないわね。なんだその SM プレイしないと外れない高速具？まあ、そんなに問題はないでしょう。プレイしてしまえば外れるし、そういうお店だから。でも僕そんなことしたことなくて。大丈夫よ。初心者でもわかりやすいようになってるから。プフェル、助けてー。ほら、お相手さんも待ってるみたいよ。はい。この後スケベシーンなのでカットです。前回倒したエルジェさんの大技を見たくて再戦しています。大技来ましたね。どれくらいの火力を出してくるんだろう？念のために回復しておこ。左右から迫ってくる影エルジェさん不気味で怖い。大技のダメージは66ダメですね。思ったより控えめな威力ですな。100ダメとか出して欲しかった。最後にネイビー海岸のセーブ画面のやつ流して終わりますね。そう、ネイビー海岸で出会ったスキュラのメシナから、海に電気を流している原因を排除してほしいと頼まれる。ここからでは、海の中の歪みはまだ見えない。有効層、行方不明になった仲間のロボを探すため、エメスから金属探知機を受け取った。この海の謎を解く光が見つかるかもしれない。斬新層、エメスとタウラの協力で、怪しい地下への入り口を見つけた。暗い海底に何があるのか、気をつけて探す必要がある。深海層、困ってるマー&ライオンのために、割れた壺を探すことになったプフェル。遠回りをしているようで、目的地は近いのかもしれない。水底、マー&ライオンのおかげで、洞窟の奥への道が開かれた。何かが潜む海底はもう目の前だ。プカリプカリ、電気の原因だったテルルスを無事止めることができた。あとは新たな真実とともに、日の光が当たる場所まで戻るだけ。